構多いです。また綿棒入れます。じゃあ本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。隼人さんですね。はい。今日は、耳掃除の施術になるんですけど、はい。耳の中を今まで見たこととかはありますか？ご自身の。ありません。初めてですね。初めてです。わかりました。耳の中がかゆいとかは普段感じたりしますか？普段はかゆくはないですね。かゆみとかはないです。ないです。わかりました。あとは耳掃除は普段自分でしますか？します。やってます。やってます。どのぐらいの頻度でやったりしますか？2日間で1回ぐらい。？2日に1回ぐらい。わかりました。その時は綿棒を使いますか？それともいわゆる耳かき、竹でできたやつとか。キューティップキューティップ。わかりました。はい。綿棒ですね。OK です。じゃあそしたら耳掃除が終わった後に耳の周りを産毛をカットしたり泡をつけて洗浄して、その後耳のマッサージとか首、肩のマッサージだったりセットになってるんですけど、普段首とか肩の凝りとか疲れは感じますか？感じますね。パソコンでよく働くので。ああ、なるほど。ちなみに首と肩だとどっちの方が辛いですか？同じぐらいですか？同じぐらいです。同じぐらいです。わかりました。左右差はありますか？右と左での辛さは。あまり感じないですね。同じぐらい。わかかりました。じゃあ目も結構疲れてますか？疲れてます。はい。わかりました。あとはスマホとかもよく使うので。そうですよね。多分デスクワークとスマホだったら。そしたら頭痛、例えば疲れた時とか、首とか肩が辛い時に頭が痛くなったりとかはありますか？あります。特に運転の後ですね。頭痛が出てきます。運転の後。わかりました。結構頻度は多いですか？何日に1回とか1週間に1回とか。ずつですか？そうです。そうですね。1週間2回3回ぐらい。結構多いですね。わかりました。じゃあ1週間に2、3回って言ったら結構出てます。薬とかは飲んだりしますか？頭痛いと。そうですね。飲んでます。じゃあ週に1回以上は多分薬飲んでる感じですよね。2回か3回。毎回飲みますか？毎回ではなく時々だけですね。本当に辛い時。そうですね。本当に辛い時、あとなくならない時。ちょっと我慢しても治らない時。そうです。わかりました。じゃあ結構症状出てますね。わかりました。じゃあその辺も首の周りとかもちょっと施術をしていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では早速、左の耳から移していきます。こんな感じです。手前にありますね。で今奥をちょっと見てみると、奥の黒いのが鼓膜です。で基本的には耳垢ってほっとくと奥から手前に出てくるんで、今手前に全部置いてあるのはこれとても自然な状態なので、これは全く問題ないです。一番自然な状態です。じゃあこれを取っていきます。多いです。手前にね溜まってますよね。こんな感じでまとめて取れます。少し耳垢が柔らかいタイプなので、まとまって取れやすいです。でこうやって今カメラが中あまり見えなくなっちゃったと思うんですけど、これを防ぐためにここの毛を切ります。
毛を切ると中もっと見やすくなるので、期待しなかった状態ですね。耳の中。私は。何ですか？期待しなかった、状態ですね。ああ、耳の毛をですか？そう切ったりしてなかった。いや、そのイヤーワックスですね。あ、イヤーワックス、耳垢の量が思ってたより多かったですか？ああ、最近耳掃除は2日に1回って言ってたんですけど、多分そんなに奥はねやってないと思うので、最近は、最近もあれですか、耳掃除自分でやってましたか？耳掃除ってそんな深くやってないですね。やってないですか？あ、よかったです。そのおかげで、耳垢をこう奥に押しちゃうので、やりすぎると、あんまり自分でやってなかったおかげで、こう手前に出てきて溜まって、こう自然な位置に溜まってるっていう状態です。とても日本語が上手ですけど、耳垢はあまり聞かないですもんね。イヤーワックスって言いますよね。あ、僕さっき説明してた、鼓膜、黒いのが鼓膜ですって言ったんですけど、あれは日本語では鼓膜って言うんですけど、イヤードラマです。ああ、そうですね。わかりました。助かります。あ、いえいえ。英語をつけたら説明が多分分かりやすいと思うので、そうですね。こんな感じで取ります。だから耳垢は本来は自然にどんどんこう出てくるので、古くなった皮膚でできてるんですね、耳垢っていうのは。古くなった皮膚が手前に出てきて、汗とか油をここら辺で吸います。でそうすると黄色くなります。日本語だと酸化して黄色くなるっていう、酸化とかは聞いたことありますか？日本語で。あんまりジョインじゃなくて、オキシデーション。オキシデーション。だから古くなった皮膚は英語だとなんていうの、なんで Our earwax は our dead skin. So in general, earwax will come out naturally. っていう感じです。よかったです。あ、よかった。ありがとうございます。そう言ってもらえるとね、とても嬉しいです。外国の方もよく来るんですか？あ、海外の方も今は増えてますね。今年、去年か。2023年から増えてます。なので耳掃除の英語は少し喋れるようになりました。耳掃除に関係する英語。なのでさっき言ったイヤーワックスとかイヤードラムとかその辺は勉強しました。けど日常会話はまだまだですね、英語では。
掃除は気持ちですね。あ、そうなんです。耳掃除ってちゃんと気持ちいい理由があって、こう人間が心地よく感じる感線がここに集中してます。感線は聞いたことありますか？あんまり使わない日本語なんですよ。英語では何？英語ではpour ですね。いえ、あ、そうです。Yes, yes. Sweat and oil です。で、ここにはそれ集中してます。今から触る毛がないところ、ここは毛があって丈夫なんですけど、こっちは少し敏感です、人によって。もし痛みとか怖さがあれば無理してやらないので言ってください。今触れてる感じは大丈夫そうですか？大丈夫ですね。わかりました。少しティングリング、英語ティングリングって言いますけども、ティングリング、チクチクするとか、そう、少し奥の方が、センシティブですね。敏感な感じですね。もしかして汗が出やすい人がリラックスが多いかもしれないですか？あ、そうですね。それも影響します。あとは乾燥して出てくる皮膚の量が多い人、日本語だと新陳代謝がいい人とかって言われるんですけど、ごめんなさい、英語だとなんて言うんだろうそうですね、が、いっぱい出る人、たくさん出る人が、なんと子供とかは結構耳垢出やすいです。で、今言ってた汗の量が多い人、これは、耳垢の質が、柔らかくなりやすいです。いわゆるウェットタイプになりやすいです。今のようにですね。あ、そうです。ちょっとしっとりしてるじゃないですか。柔らかい感じ。これは、いわゆるウェットタイプで。でもこれはもう遺伝的に決まってます。先天的なものです。ごめんなさい。言葉が難しい言葉ばっかりね。聞いたことありますか？先天的は。例えば earwax and the amount of earwax were decided when we were born. So in English probably so genetics. Genetics. Yes. それがなので耳垢の量とか耳垢のタイプは何でしょう、食べ物とかで変わったりしないんですよ。なのでずっと一緒です。例えば髪の毛が金髪の海外の方が日本に来て10年生活して和食いっぱい食べても髪黒くならないじゃないですか。あれと同じ感じですね。なので耳垢の質はずっと同じですね。耳掃除の説明をすると普段あんまり使わない日本語が出てきますね。そうです。日常生活であまり使う先天的とか勉強になりますね。もうお二人とももうとても上手なので、お二人ともちまですね。カメラの向こうには映ってないカメラマンの方と二人とも皆さんすごい上手なので。ありがとうございます。今これで耳垢の耳垢じゃない、皮膚の薄いエリアのと、あとこの皮膚の強いところ、毛の生えてるところの境目の耳垢一通り取れました。もしここで怖さとか痛みが、ちょっとさっき言ったティングリングあれば、無理して奥はやらないんですけど、どうしますか？もう少しだけ奥にもちょこっとあるんですけど、ちょっと怖いですか？そしたら僕はね、無理してやらなくていいと思います。自動的に
今やってたところは多分痛くなかったと思うんですけど、そこに必ず出てきますんで、ほっといて出てきたのを取るのがおすすめです。じゃあ手前を拭き取ります。なのでよく爪を切るのと同じって言ってます。伸びてきて余った白いところだけ切ると思うんですよ皆さん。耳掃除も一緒で、ここに出てくるんで、出てきたやつだけ取れば大丈夫です。無理してちょっと怖いとか痛いっていうのを我慢して奥をやる必要は全然ないので、なので問題なしですね。乾燥してますね。外側はちょっと乾燥してますね。でもここも油が多い人は結構ね、こうやってキラキラ光ってたりします。汗とか油で。OK です。とても綺麗になりました。ありがとうございます。問題なしです。じゃあ今度は反対の耳をやっていきます。はい、お願いします。それでは今度右側ですね、やっていきます。ちょっとまずチェックしましょう。こっちの方が少し多いですね。でもこっちも奥が綺麗で、手前に耳垢があるという状態なんで、これバッチリです。とても自然な状態だ。こういう状態で耳掃除を受けに来ると、ほとんどの場合もう綺麗に取れます。また綿棒入れます。なので隼人さんの耳掃除のやり方は悪くないですね。やりすぎが一番良くないので。なのでその動画のためにも多分掃除したかったと思うんですけど最近我慢してたんですか？そうですね。動画のためにも。じゃあそれもあって綺麗に出てきましたね。でも結構この耳垢って出てくるのは時間かかるんですよ。たまにお客さんで今日耳掃除をしに来るからもう3日間我慢してきましたとかっていう人いるんですけど、実は皮膚が入れ替わるのが日本人によくターンオーバーっていうんですけど、入れ替わるの28日周期なんで、1ヶ月ぐらい経つと少し溜まってくるんで、実は3日だとねほとんど変わらないんですよ。でもし隼人さんがこの耳掃除を我慢してきた期間がもし結構短かったら、その前から我慢してる前から溜まってた耳垢って可能性が高いです。でも逆に言うとですね、2日に1回ぐらいやるって言ってたので、そのやり方が悪かったら1ヶ月ぐらいほっといても奥の耳垢が全部手前に出てくるわけではないので、多分やり方がね悪くないっていうのは間違いないと思います。悪いっていうのが押し込んじゃうっていうのが良くないって伝えてるので、それは全然ないと思います。
日何人ぐらい行きますか、その掃除の。でも時間にもよるんですけど、時間っていうのが例えば45分の人がいっぱいだったら人数増えるし、100分とか120分だと人数少なくなるんですけど、でも5人以上は来ますね。5人から7人ぐらい。毎日そういうふうに来てるんですか？そうですね、毎日耳掃除希望の方が一番多いので、僕は、整体、カイロプラクティックって聞いたことありますか？なんかよくあるなと。そうです。首ボキボキとかあるじゃないですか。もともとやってて、でそれも一緒に提供してるので、耳掃除と整体セットのコースとか、まさに今日この撮影が終わった後に来るお客さんとかはみんな、耳と整体がセットになってるコースを、そうせっかく両方できるので、セットのコースがおすすめですってホームページにも書いてます。耳掃除はね、8年ぐらい、7年か8年経ってると思うんですね、始めてから。実は整体は11年12年とか経ってて、もともとはそっちが本職でした。なぜその水掃除もつけましょうってあったんですか？前に働いてた会社で、前その整体マッサージとかやってた時は、会社に勤めてたんですけど、そこの社長がこれを見つけてきました。水掃除を。そうです。この施術を見つけてきて、それこそ、このチャンネルでも言ってたボニータボニートさん、あそこの会長と知り合って、教えてもらったのがもうそうですね、8年7年8年ぐらい前になりますね。そこで勉強したんですか？そうですそうです。ボニータさんのところで。そうです、ボニータさんのところでやりました。これで大きいのが取れましたね。結構でかい。でかいですね。でかい見ます。僕は今29歳なんですけど、だからボニータさんに初めて行った時は多分21とか22歳ぐらいの頃でした。若いですね。その時に耳掃除を始めました。今も結構若いんですか？今もそうですね。若いと信じて頑張ってます。19歳だと同じ。本当ですか。じゃあ、94年ですか。95年。じゃあそうだ、僕95年の 1月なんですよ。なので学年で言うと、日本ともしかしたらちょっと違うかな。日本は年度って言って4月から3月までが一緒ですか？海外も。9月ですね。9月やっぱ違うんですね。そうです。でも一緒ですね。95年の1月なので僕は。何月ですか？僕は4月。4月。2月。2月。じゃあみんなあれですね。同じぐらいに生まれてますね。3ヶ月以内に。1、2、4だったらほんとすぐですね、みんな。どうですか？右の耳も痛みとか怖さはないですか？こうやって触られて。大丈夫ですか？可能な限り弱く触ってます。でこれ弱くやるのはただ痛いとか怖さを防ぐっていうだけじゃなくて、耳垢を取る上でも結構メリットが大きいです。強くやると下の皮膚が剥がれてきちゃうんですよ。剥がれるって言ってもその血が出るとかじゃないんですけど、赤すりとか聞いたことあります？日本韓国とかがあれなのかな、メインというか、体の古くなった皮膚をこすって落とすサービスがお風呂とか行くとあるんですけど、それみたいにそれが悪いってわけじゃないんですけど、それのちょっと強いバージョン、強くやっちゃう。例えばよく動画で説明するのがここって映ってますかね。これがこの緑のタオルが皮膚だとしたら、こうやって古くなったのが入れ替わります。で剥がれるじゃないですか。でこれがさっき言った汗とか油吸って黄色くなるんで、今ちょうど色が違うので、黄色い耳垢と皮膚だとしたらこう乗っかってるだけなんで、
こがこのつながってないんですよ。なので優しく柔らかくしてあげて優しく触るとこれだけ取れるって綺麗になるんですけど、強くやるとこれごと取れちゃうんですよ。で何回も書いてるとガリガリガリってやるとこれボロボロ出るので、結構乾燥してるタイプの人はこれが剥がれて出やすいです。粉みたいになりやすいです。でも今見るとしっとりしてるウェットタイプなのでそんなに粉は出ないと思うんですけど、でも強くやるとこういうふうに今緑のタオルで例えてた皮膚がこう剥がれちゃうので、なので優しくやるっていうのは痛くないだけじゃなくて綺麗にするっていう意味でもとても大事です。でこっちの耳も今触ってるところまでなら大丈夫そうですか？大丈夫です。今これでもうほとんど全部取れたので、またさっきと同じぐらいで、奥の皮膚が弱いところは無理して触らないようにしてありますんで。綺麗になりました。OK です。だいぶ綺麗になりましたね。これで今すべて取れてるので、今度は外側のこの今映ってるこの産毛ですね、これをシェーバーで切っていきます。それでは今度は耳の外側やるので、この背もたれ後ろに倒します。それでは今度は耳の外側ですね、産毛をカットします。今度は耳の外側に泡をつけてきれいに洗浄します。
かいタオルで耳を拭きます。温度大丈夫ですか？大丈夫ですね。そしたら耳の周りにクリームをつけてマッサージをしていきます。耳のマッサージは受けたことありますか？自分でやってます。あ、自分でやってますか？少しずつ。なるほど。そんなにはなんていうかたくさんやったりとかはしてないですね。正しくやってるかどうかわからないですね。あ、なるほど。気持ちいいだったら。気持ちいいぐらい。気持ちいいぐらい。でもそれがすごく大事で、耳の周りっていわゆるツボが集中してるって言われてるんですけど、ツボはあれですかね、聞いたことありますか？なんか足のツボとか足の裏に、例えば目のところ、ここが眼精疲労、目の疲れのツボですとかって説明をして、ここが目で、ここが後頭部の頭痛とか、首のその後ろ、こういうところの張りですね。でもうちょっと上に行くと、この辺は首の、さっきこっち上だったんですけど、どっちかというと首の下の方で、もっと上に行くとここが背中とかで、ここが腰痛点って言って腰のツボで、もっと上行くと股関節とか膝とかで、最後足、一番てっぺんまで来ると足のツボになるんですけど、ふくらはぎとか足の裏とか、この上下が逆さまになってます。耳はこれはなんでこうなってるかっていうと、お腹の中の赤ちゃん、胎児の形に投影されてるっていうふうに言われてて、頭を下にしてこう丸くなって入ってるので、なので耳の下の方にはそういう目のツボとか首のツボとかがあります。なのでさっき自分でやるっておっしゃってたので、もしちょっと疲れてるなって思ったら目のところとか、そのちょっと上に行くと首とかなので、さっき最初に聞いた時は結構首肩とか目の疲れとか頭痛とかこう気になってるっていうことだったので、耳の下半分ですね、こう半分より下やるのがおすすめですね。なのでもし耳のツボよくわかんないなと忘れてしまったら、耳たぶだけ覚えておけば、ここが目って覚えておくと目が下で足が上なので、その間は目よりちょっと上行くと首とか肩とかで、どんどん上行けばこっちが腰のツボとかになるので、多分隼人さんはさっき聞いた感じは首から上、肩とかそういうところの疲れがメインだと思うので。
今度左を向きましょう。でこれで首の前側にクリームをつけてマッサージします。今度左側です。こちらも今のところ強さは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。わかりました。
ちらも強さ大丈夫ですか？はい、はい。OK です。耳の外側を拭き取りますね。はい。じゃあ目の上にタオルを一回乗せます。高いタオルを乗せます。ちょっと多分目が疲れてると思うので一回温めますね。温度どうですか？熱くないですか？大丈夫です。大丈夫ですか？
目の周りをマッサージしていきます。今度は首の後ろ側ですね。こっちも強さは大丈夫そうですか？はい、大丈夫です。わかりました。普段多分この辺は特に疲れますよね。そうですね。首が
様でした。お疲れ様でした。